皆様こんにちは。私は宮城県の一番県北気仙沼市から来ました。元吉町というところでデニム製品の縫製工場を営んでおります及川秀子と言います。よろしくお願いいたします。私たちの工場から2、3歩歩くともうそこは南三陸町です。気仙沼の一番端、南の玄関口です。どうぞ国道45号線をおいでになって通った時はうちの工場までいらしてください。少し高台にあって海がきれいに見えます。私たちの元吉町は美しい緑の山と川、そして豊かな田園地帯、何よりも世界へとつながっている太平洋が目の前に広がっております。太平洋からは南三陸町のおいしいおいしい魚、サンマ、カツオ、たくさんの日本一水揚げありますので、どうぞお魚を食べにいらしてください。私はこの縫製、デニムの縫製を始めて今年で32年になります。32年の間、たくさんいろんなことがありました。多くの人に支えられ、助けられて仕事をやってまいりました。でもその中で2回、もうこれは覚悟をしなくていけないなって思った時が2回あります。それは開業して10年目に最愛の主人を送った時です。子供はまだ小さかったです。でもこの子たちのためにって思った時、どんなことでも頑張れる、頑張っていけるって思って乗り越えました。そして働く仲間もいましたので、力が出て今日につながってます。もう一回は平成10年11年にバブルが崩壊して、うちの工場だけではありません、国内の仕事自体が安い工賃を求めて海外に出た時です。従業員さんを守るには、社員を守るにはどうしたらいいんだろう。私たちはこの仕事しか生きる道がない。これをどうしても守りたい。明けても暮れてもそうやって考えて悩みました。主人を送った時、小さかった息子たち3人はその時はもう社会人になっておりました。3人ともこの仕事を受け継いでくれて、3人が力を合わせて今支えてもらって今日現在につながっております。その中で一つ考えたことは、経済の波に翻弄されて従業員さんの生活を守れなかったら、これは本当に悲しいことだ。そう思って、その仕事がなかった時に息子たちに着てみたい服、履きたいズボン縫ってごらん、そうやって言った時、息子たちは夜遅くまでとにかく3人で知恵を出し合っていろんなものを作りました。糸を2本によって針に通したら素敵な色が出るんだろうな。ポケットを少し斜めにつけたら使い勝手がいいな。裾をちょっと工夫したら履きやすい、脱ぎやすい。そういう知恵をどんどんつけてくれました。そうやって頑張ってる中にメイドインジャパンを前面に出して、メイドインジャパンの商品を世界に発信しているメーカーと巡り合うことができました。一番大きな長男はいろんなものを
ミシンの上で形にしてくれます。次男坊は世界に飛び出して営業してくれてます。三男は機械のメンテナンス、そして工場の運営をすべて一手に引き受けてやってくれてます。3人がそれぞれ自分の役割分担で頑張って従業員さんを守るところに来ました。そして生まれたのが自社ブランドスタジオゼロです。みんなが仲良く手をつなぐと丸い輪ができます。日本語でゼロ、ゼロ戦のゼロ、それと何よりも及川デニムの頭文字 O なんです。スタジオゼロ、このすごく斬新なデニム、今までのデニムの常識を打ち破って面に麻糸を乗せて丈夫な製品を作りました。これは世界で初めてです。面に麻糸を乗せたっていうことで皆さん喜んでくださいました。そして何よりも使用書の中で針目を工夫したり、今までのデニム製品では見られないところを随分と頑張って一本につなげました。このスタジオゼロを自社ブランドとして経済の波が底辺になっても社員は従業員さんは守れるな、それと何よりも兄弟が仲良くしていないば従業員は守れないっていうこと、それぞれの役割の中で感じてくれてますので、兄弟はもちろん仕事の面では喧嘩もしますけども、あとは仲良く一生懸命会社を支えて力になってくれてます。そんな時にですね、3月11日午後2時46分、今まで私たちが感じたことのない大きな揺れ、そして何よりもいつも綺麗だな、美しいな、憧れてた世界に続く海が大きな波として集落を襲いました。一瞬のうちに今まで築き上げてきた大切なもの、宝、それと尊い命、みんな持って行ってしまいました。本当にあの日のことは忘れられません。津波の後、大きな雪が降って寒い日が何日も続きました。3年前に高いところに移設をした工場に集落の人皆さんが避難してきてくれました。それから国道45号が寸断されてしまいましたので、仕事で車を運転していた50人の私たちにとっては知らない人方が車ごと避難してくださいました。3月11日から及川デニムは150人の方の避難所として動きました。ライフラインは地震と同時に止まり、電気、水道全部ストップした中で、兄弟3人は工場にミシンを全部押し付けて広いスペースを作って、段ボールを3枚ずつ重ねて工場いっぱいに引き詰めて、デニムになる原端を工場いっぱいに引いて、そして暖を取って赤ちゃんからお年寄り150人の人を3日間守りました。3日目に各避難所に避難するようにっていうことで、車を置いて帰られた方、赤ちゃん、お年寄りは体育館、公民館へと避難しましたが、及川デニムの部落は漁業で成り立っております。海の見えるとこで生活をしていた集落の人は避難所から動きませんでした。3月15日、皆さんの安否確認をやって28所帯115人の人がその日から及川デニムで生活を始めました。そんな中、
息子たち3人は2週間かけて従業員の安否を確認しました。南三陸町から通ってくれる人、気仙沼から、また地元から。でも本当に嬉しいことに、社員の皆さん、そして家族、私たちの家族、一人も犠牲者がなく全員無事だって確認ができたとき、私はすぐ仕事を始めよう、そう思って頑張りました。でも電気がないんです。動かすことのできない動力がないんです。思案してたところに、避難所の漁師の人たちが任せておけ、動力は運んでくるから、大きな大きな動力を2台工場の裏に運んでくださいました。で、線をつなぎ電気を起こしてくれました。あの混乱の中、瓦礫の中、大きなトラックで動力を運んで電気が起きました。4月4日から仕事ができたんです。明日はどう生きよう、今日はどう過ごそう、そういった混乱の中の時に、及川でにはいち早く仕事の音を立てることができました。それは避難所の人たちの願いでもありました。社長、ここから気仙沼の復興、仕事の音を立ててくれ、俺たち何でも手伝うから、そういう力強い言葉をいただいて、従業員さんも集まってくれました。でも命は助かったんですけども、うちを含めて11人の従業員の家はなくなっていました。そんな中でスタジオゼロを目指して仕事は再開しました。私はいつも思うんですけども、仕事の中で考えること、それは私たちが作っているデニム製品は人生に似てるなって思ってます。それには3つの理由、3つの訳があるかなって考えます。最初は、デニムは青くて硬くてゴワゴワしています。出来上がった時は硬いです。まるで成長前の未熟な青年のように、そんな感じがします。でもその製品、デニム製品、硬くてゴワゴワしているけども、履いているうちに味が出てきます。その人らしさ、その人の線が必ず製品に出てきます。それはまるで青年が人生を歩むうちにいろんなことを学び、人格を磨き、輝いていくのになんか似ているなって、そう思ってます。そして3つ目、デニム製品、破れたら繕えばいいでないですか。汚れたら洗えばいいでないですか。泥がついて洗って色が素敵にだんだんその人の製品になっていく、それがデニム製品だと思います。これは避難所の人が製品倉庫、流された製品倉庫から見つけてくれたデニムです。この津波で流されて生き残ったデニムを見たとき、私はメイドインジャパンの技術確信いたしました。一本の糸のほつれも型崩れもなく、きちんと雨にさらされ、雪にさらされ、日にさらされ、40日後にこのように見つかったんです。この製品を手に取って私はボロボロ泣いてしまいました。そして避難所の中で、すみません、これが私の工場から普段見える景色です。3月11日、目の前の島がだんだん水没していきます。家も人も流されてしまいました。大きな波の後、また引き潮で島が現れてきました。
私たちが今まで見たこともないような海底が現れました。こういう景色は先人の人たちも見たことありません。そうしているうちにこのような島よりも大きな第2波が襲ってきました。みんなは絶対この高い工場にも押し寄せるって、それで150人の人は山をめがけてまた避難しました。これは私のお家の跡です。瓦礫に埋もれて土台しか残っておりません。こちらの写真は一番最初の電気の通った日の製品です。そして及川デニムの避難所、この赤ちゃんからお年寄りから若い人からみんな力を合わせて元気でやってます。やりました。一番明るい避難所、皆さんそうおっしゃってくださいました。自衛隊の人に助けられました。ボランティアの人に助けられました。そして日本中の人から、皆さんから、世界中の人から温かい応援をいただきました。これは私たちこれからまちづくりをしていく中で一生懸命復興に向けて頑張って、いつか絶対ご恩返しができる日が来る、そう確信しております。もし地震が起きたら近くの高いところへすぐに逃げて、逃げましょうって叫んでください。残された私たちができること、それは今の経験を後世に伝え、そして難しいことをやろうと考えるより、まず目の前にあるできることをみんなで力を合わせ頑張ることだと思います。どうかこの経験を無駄にすることなく、私たちは今日も生きてます。皆さんのおかげで生きられてます。今からもこれからもメイドインジャパンの製品、世界に誇れる製品を目指して、みんなと一緒に避難所の人方、従業員さん、地域の人と一緒に頑張りますので、どうぞ復興したとき、オラホさんも皆さん来てください。オラホさんもぜひ来てください。今日はありがとうございました。あと、それから工場に虹がかかりました。この大きな虹に希望をみんな見出して、今日も生きてる、今日も頑張ろうって確信して力を合わせてやってます。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。